皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の新型コロナウイルスの感染状況が世界に誇れるような状況へとなりつつあることを皆さんにお届けしようと思います。特に新型コロナウイルスの問題というのは、どうしても日本国内においては、日本政府は全然ダメだ、他の国を見習い、例えば韓国を見習うんだ、例えばアメリカを見習うんだ、ヨーロッパの国々を見習い、そういった国々を見れば日本がいかにひどい国かわかるはずだ、そういったことを言うコメンテーターというのは、テレビのワイドショーを中心として、まさに引っ張りだこの状況でした。もちろんテレビだけではありません。新聞報道などでも同じようなことになっていましたから、その話だけを聞けば日本がいかに地獄のような状況なのかと思うわけですが、現在のところそのような評価というのは全く翻ることになりそうです。もちろん日本国内においても新型コロナウイルスの問題はあって、一時は感染者数が急増した時などにはなかなか病院に入院できないといった問題なども発生しており、決して問題がなかったわけではありません。しかし世界と比較した場合において、果たして日本が世界最悪の状況だったのかといえば、決してそんなことはなかったのです。日本国内において新型コロナの感染状況が比較的落ち着いている今だからこそ、こうした冷静な見方といったものを日本人自身も持つべきでしょう。もちろんそういったことを通して改めて問題点を洗い出して、もしも今度新たな変異株がやってきてこれに対応しなければならないとなった時に、教訓を生かしてより良い対応ができるようにしなければならない、そういった面もあります。さて、それでは日本国内の状況と比較して圧倒的に今は海外の方が状況が悪くなっている、そのことを見ていきましょう。関連ニュースはこちらです。まずは日本国内における感染者数がどのようになっているか状況を見てみましょう。こちらは NHK がまとめた昨日時点での感染者数の分布図です。見てもらえばわかりますが、西日本においては大阪、福岡、沖縄県とこの3カ所だけで確認されているような状況ですから、現在では日本国内における新型コロナのこの感染状況というのはかなり抑え込みが成功していることがわかります。一方、韓国においては全く異なる状況が発生しています。韓国、コロナによる死者第3波より深刻。首都圏の病床待機者804人で最多。韓国で直近の1週間の新型コロナウイルスによる死者の数が第3波を超える171人となった。首都圏で病床の空きを1日以上待っている人の数も21日は800人を超え、史上最大規模となるなど、首都圏の医療対応システムにかかる負担は日増しに重くなっている。現在首都圏の重症患者病床は満室に近づいている。前日午後5時現在のソウル、京畿道インチョンからなる首都圏の病床稼働率は 81.5%。特にソウルでは全345床の重症患者病床のうち286床、82.9% が稼働している。残る病床は52床。全国では重症患者専門病床は1127床あり、約 67% が埋まっている。なお、病床稼働率というのは、それに伴って働く医療関係者というものはどうしても必要になりますから、実際にはこの 82.9% 稼働というのは非常に逼迫した状況です。なぜ韓国ではこのような状況に陥っているのでしょうか。韓国、感染最多、接種率は日本より上。現地で何が？日本を超えるワクチン接種率を誇る韓国。しかし感染拡大が止まりません。感染者が増加している原因は、ワクチンを2回接種した後に感染するブレイクスルー感染だと見られています。高麗大学の教授は、60歳以上の陽性者の 80% はブレイクスルー感染です。韓国感染症学の権威として知られる教授は、韓国内で 27% 使われたアストラゼネカ製ワクチンもまた原因の一つではないかと指摘します。高麗大学の教授は、アストラゼネカよりもファイザーのワクチンの方が効果が高く、抗体も多くできるし長く維持できます。ですが、韓国は最初、高齢者にはアストラゼネカ製を主に打ちました。現状打破のために韓国政府が表明したのはブースター接種の前倒しです。韓国では60歳以上についてこれまで半年ごとしていましたが、2ヶ月前倒しして最短4ヶ月後に受けられるようになり、50代も5ヶ月後の接種が可能となっています。韓国においては高齢者の人たちがどんどんと感染を起こしている。しかもワクチンを受けているにもかかわらずです。その原因として考えられているのが、現在のところアストラゼネカ製を打った人たちが非常に多く、そのために接種から期間が過ぎているので、だんだんと
中和抗体の値などが下がり、それによって感染しやすくなったのだという仮説が現在は立てられています。なお、それ以外にもファイザー製を打った高齢者がいたとしても、温度管理を間違えたことにより効果がない状態になってしまったのではないか、そのような話も同様に出てきています。日本国内においては、特に新型コロナ対応では海外を見習うべきだといった声などが非常に多くあったわけですが、その中でも韓国はこのような現状となっています。一方、ヨーロッパを見るべきだといった話も出ていました。では、見習うべきだとされていたヨーロッパの状況が今どうなっているかも同じように見ていきましょう。ドイツ保健省、ワクチン接種を単刀直入に促す。ワクチンを接種するか、それともかかって回復するか死んでしまうか。ドイツのイエンス保健相は22日、この冬が終わる頃には、ドイツでは全員がワクチン接種を済ませているか、新型コロナにかかって回復しているか、それとも新型コロナにかかって死んでいるかのいずれかだと記者会見で述べた。かつてないほど単刀直入に新型コロナウイルス対策のためのワクチン接種の重要性を強調した。シュパーン保健相は首都ベルリンで開いた記者会見で、新型コロナウイルスワクチンの接種を義務化することには自分は反対だが、他人への影響を伴うだけに接種を受ける道徳的な義務があると述べた。自由は責任を取ることを意味する。そして今ではワクチンを受けることは社会への義務だとシュパーン氏は述べた。保健省は感染力の極めて高いデルタ変異株が現在ドイツの感染急拡大の原因となっており、ワクチンを受けていない人は誰もが今後数ヶ月の間に感染し、感染した際には何の防御も身についていないことになると警告した。ドイツは現在感染の第4波に見舞われている。感染者数は急増しており、多くの病院が満床状態で、多くの医療関係者は現在の感染の波がパンデミック開始以来最悪になる恐れがあると警告する。ドイツでは過去24時間のうちに3643人が新たに感染した。先週比7000人増で、世界でも特に感染者が速いペースで急増している状態。一方、ドイツでワクチン2回の接種を終えた人は人口の約 68% にとどまり、西ヨーロッパでは特に低い部類に入る。感染対策としてワクチン未接種の人の入場を禁止する場所が増えており、クリスマス時期のドイツ名物クリスマス市も各地で中止された。そしてこちらが直近のヨーロッパにおける感染状況です。ここで示された数値というのは感染の確認数です。ドイツで急激に感染者数が上昇していますが、その他の国々においても同じような形で上昇していることが目立っている国があります。ロシアは右肩上がり、オランダも急増、ポーランドも急増、フランスはどちらかというと急増というよりは高い水準で感染者数が推移していると言えます。ウクライナは急増、チェコ急増、オーストラリア、ベルギー、スロバキア、ハンガリー、ギリシャなどは感染者数が非常に多くなっていることがわかります。なお、ここでは示しませんが、感染者数の急増とともに死者数が急増するかどうかというのは、それぞれの国におけるワクチンの接種率とその背後にある医療体制がどれだけ整っているかによっても変わってきます。まずワクチン接種率からすると、韓国のワクチン接種率も非常に高い水準にあります。しかし、この記事の中で触れられているように、アストラゼネカ製はもしかしたら外れだったかもしれないといったこともありますし、また記事にはなっていませんが、温度管理などを失敗して、もしかしたらファイザー製のものなんだけど、実際には意味のない状態で打ってしまったかもしれない。もしくは、数は少ないけれども、ヤンセン製といったものもありますから、韓国におけるワクチン接種といったものは、パーセンテージ的には高いのですが、日本ほどの効果といったものが望めなかったのかもしれません。なお、ワクチンの効果という面においては、日本国内においては基本的にはファイザー製かモデルナ製のどちらかとなります。そしてこの2種類というのは現在のところ実用化され実際に使われているワクチンの中では最も良い成績を収めているものです。ファイザー、モデルナ以外のワクチンも様々あるわけですが、少なくとも中国製やロシア製のものよりは圧倒的に高い感染予防効果や発症予防効果、そして重症化予防効果などについても非常に優れたものとなっています。こういった話をするとどうしても、いやいや、ワクチンには問題があるじゃないかという指摘もあるでしょう。もちろんそうです。ワクチンは決してノーリスクというものではありません。しかし、社会全体として見た場合において、効果が低くて、そしてデメリットのあるワクチンを使うのか、それともワクチンのデメリットはあるんだけど、それをはるかに上回るメリットがあるものをどちらを選ぶ方が良いでしょうか。
基本的には効果が高ければ高いほどより多くの人たちが新型コロナの脅威から遠ざかることとなります。ですから効果は低いんだけどワクチンのデメリットもあるような、例えば中国製のワクチンの方を皆さんにお勧めするということは基本的にはありえない話だと思います。ワクチンのことについて言えばデメリットはあるんだけど、それを上回るメリットが存在するのであれば社会全体としてこれを受け入れた方が結果的には良いでしょうという考え方、これを採用する方が私は健全な社会を維持することができると思います。例えば韓国に続いて私はヨーロッパの状況を皆さんにご紹介しましたが、ヨーロッパの状況というのは基本的には欧米のワクチンを使用しましたが、一方においてはある程度の水準以上には接種率が上がりませんでした。なぜならばある程度の人が打ったんだからもう自分は打たないでいいやという人たちがそれぞれの国で全体の 30% 以上いれば、それらの人は結局のところワクチンでは守られていないのです。ですからデルタ変異株が感染を広げていくときにはワクチンを打っていない人たちにまず移っていくことは分かりやすいわけですが、その一方においてワクチン接種から時間の経ってだんだんとかかりやすくなった人たちにも同時に周りの人がどんどんかかっているせいで自分にも回ってくるということでブレイクスルー感染なども発生してしまうのです。結局のところワクチン接種率が高ければ高いほど被害は減少していきますし、ワクチン接種率が十分に高まらない状態で生活を元に戻してしまったヨーロッパというのはワクチンの効果というものを最大限に得ることもなく、今まさに冬の感染拡大期へと突入してしまったのです。というわけで現在の日本というのは世界的に見ても非常に新型コロナの被害を抑えている国のまさにトップランナーの一角に加わったと言ってよいでしょう。ただトップの中の一軍に入ったとは言っても残念ながらその先頭に立っているわけではありません。この話題をするときにまさに世界トップの感染対策をしたのは私は台湾だと思っています。台湾は現在では新型コロナの感染者が全然見つからないよという日が何日も続くようなことが日常的な光景となっています。台湾において感染者が見つかったよとなれば基本的には台湾の外からやってきた人を調べてみたら感染していましたといういわゆる域外感染者数確認という形になっていて、ほとんどの場合海外との交流時において感染が確認される状況です。日本が真に見習うべきというのは台湾におけるデジタル行政の推進によって感染者が見つかった時の追跡やもしくは新型コロナ関連の広報をいかにしてデジタル化していき多くの国民に届けるか、そういった部分について台湾から見習うべきことは多いでしょう。一方で失敗例である韓国などの状況なども踏まえつつ一体何が悪かったのかを分析して日本にとって使える教訓といったものを輸入することも大事なことです。例えば現在において日本国内全体で見れば感染者数は抑えられてはいますが、先ほども述べたようにたとえ台湾であっても域外からの交流によってどうしても国内に持ち込まれるといったことがあります。日本国内においてもこれから少しずつ海外との交流といったものを復活させるような状況になってきていますから、海外から入ってくることを前提にして決してゼロコロナになるのではなくウィズコロナの状況で感染をいかにして抑え込むか、そういった方策を考えることが非常に重要なのです。また国内においても北海道などではどうしても感染者数がゼロになる気配というものがありません。冬の寒い時期というのはどうしても乾燥した室内にこもりきりになることが多いですから、そのような時に誰か一人が感染者になってしまうと家族中が感染し、家族が出かけることによりその職場や学校などで感染を広げてしまう可能性というものがあるのです。何にしてもテレビコメンテーターたちがもう日本はひどいもんだという話をいくらしたとしても、現実には日本は非常に世界的に見れば良い感染対策を結果としてやってきたんだよというこの結論を覆すことは今のところ難しいのではないでしょうか。そして来年には飲み薬も続々と承認を受けるような状況になるでしょうから、2020年、2021年と続いてきた新型コロナウイルスによる非常に大きなダメージというのをいかにして回復していくか、これからは経済に対する政策といったものが重要度を増すと私は考えています。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。